皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は日本の政治、自民党の高市新総裁が総理大臣になれないかもよというような話が出ているので、今の私の考え方を皆さんにお話ししておこうと思います。まず第一に、高市氏はいわゆる保守派の政治家と言われており、反対勢力から見ると攻撃の対象となっています。これは何も高市氏だから攻撃されるというわけではなく、どの位置に立っている人物も常にその反対側の意見の人たちがいて、批判といったものは発生するものです。ただし、今回大きな話題となっているのは、マスコミに所属している人物が積極的に高市政権に対する攻撃を行うというような意識を示していることです。そのことを示す象徴的なニュースがこちら。産経新聞より、支持率下げてやる。報道陣の一部の声が生配信で拡散か。自民、高市総裁の取材待機中。自民党の高市早苗総裁が党本部で記者団の取材に応じる前、待機していた報道陣の一部から支持率下げてやる。支持率が下がるような写真しか出さねえぞといった声が漏れたとされる動画が SNS 上で拡散されている。高市氏は公明党執行部との会談を終えた後、党本部4階で報道陣の取材を受けた。日本テレビなどは高市氏が姿を見せる前からインターネット上での生配信を始めていた。この際、約1時間待機していた報道陣の会話がマイクに拾われた可能性がある。SNS では支持率下げてやる発言以外にも、裏金と靖国なんかでしょ。靖国は譲れません。イヤホンつけて麻生さんから指示聞いたりしてといった音声が拡散されている。続報がこちら。高市総裁の取材前、支持率下げてやる発言、時事通信が謝罪。自民党の高市総裁への囲み取材を待っていた報道陣の一部が、支持率下げてやるなどと発言したとされる動画が SNS 上で拡散された。時事通信社は、この発言が自社の男性写真記者であることを認め、報道の公平性、中立性に疑念を抱かせる結果を招いたとして厳重注意したと発表した。X では、ライブ配信の切り抜き動画を含む投稿が8日夜の時点で約3700万回表示された。YouTube や TikTok、Instagram といった他の SNS でも同様の動画が拡散され、冗談であれ、許されない発言などといったメディアへの批判的なコメントが並んでいる。時事通信社は、自社の男性写真記者が他社の写真記者との間での雑談中にこの発言をしたことを認めた。朝日新聞の取材に高市総裁をはじめ自民党関係者の皆様に強い不快感を抱かせたなどとして自民党にお詫びをする意向を示した。日本テレビの中継動画は配信終了後しばらく配信全体を視聴することができたが、現在は編集され高市氏の報道対応の部分だけを配信している。日本テレビは取材に編集は通常行っている作業です。本編以外の部分については見逃し配信用にアーカイブ化する際にカットしておりますと説明。さらにご指摘の音声につきましては弊社の関係者による発言ではございませんとした。時事通信自体も映像センター写真部所属の男性カメラマンの発言であることを認め記事を出していました。内容としては同じです。この発言、今回はインターネット上で発見拡散されたことから大いに話題になりました。しかしここで重要なのはこのような発言をしている人物が何も今回だけの発言ではないだろうということは誰にでも想像できるという点です。どこかの報道機関の記者なりカメラマンが自分の政治信条に基づいてこの政権の支持率は下げようみたいな話をしていて、実際にそれを行動に移していればその悪意が多くの人々に影響を与える可能性は十分に起こり得ます。時事通信は今回の一件に関して男性カメラマンであることは認めていますが、じゃあこの人物がこれまではどのような仕事に関わってどのような思いでこれまで仕事をしてきたか、その点について深掘りすべきでしょう。そしてそのような深掘りをした時にこの人物がこれまでも自分の思いをもとにして政治報道に影響を与えようとし実際にそうしていたというのであれば、これはこの人物に報道機関に携わる資格はないと言えます。そして今回は個人的な思いでこのような発言をしていたという話になっているわけですが、じゃあもっと編集部の上の方の人物が同様の思いを持ってテレビニュースや新聞報道などに
自分の政治的な意図を乗せていたとしたら、どのようなことが起こるかについても考えなければなりません。今回は高市新総裁に対する政治的な働きかけが見られたというわけですが、以前の政権ではどうなったのか、そして今回発覚していない他の報道機関の中においてはどうなのか、この点については多くの人々からやっぱりやっているんだなというふうに見られたとしても、私は自業自得な出来事だと思います。そして私たち自身も政治報道に対してはそのような意図が裏側にないかを少し疑いつつ見ておかなければなりません。一方で現在の高市新総裁が新総理になるまでにまだまだ紆余曲折がありそうです。というのも現在自公政権のその枠組みである公明党との連立について大きな摩擦が発生しています。公明党が自民党に対して求めている政策課題というのは、まず第一に靖国問題、次に過度な外国人排斥問題、そして3つ目が政治と金の問題です。このうち靖国参拝と外国人排斥問題に関してはある程度の折り合いがつけられると見られています。しかし現在公明党が一番求めていて、自民党がそれに応えられないかもしれないと言われているのが、企業団体献金に関してのルール改定です。政治ジャーナリストの青山氏は、現在の自民党の政治団体などは全国で7000以上あると発言しています。これだけ多くの政治団体が存在し、それらの政治団体に企業がどんどんと寄付をすることによって、それぞれの政治家に対してお金がどんどんと渡っていくこととなります。こうした現状に対して自民党は政治とお金の問題に関して全く自浄作用が働いておらず、お金に汚い政党だというような批判が継続的になされています。その煽りを受けて公明党は自民党の政権支持率の低下に伴って公明党自身の議席もどんどんと失っています。このような背景をもとにして自民党はもっと企業団体献金に対して厳しくあるべきだと強く要求。これに対して自民党が応えられないであろうといったところから自公政権の枠組みが壊れる可能性が指摘されているわけです。なお、自公政権の枠組みが壊れた場合においては少数与党というだけではなく、そもそも与党としてもかなり厳しくなるだろうと言われています。どこか主だった野党の中一つと連立を拡大するだけでは安定政権が作ることができず、最低限2つ程度、例えば国民民主党と維新の会、この2つとも取り込まなければ新たな枠組みが作れないかもしれないというのです。この場合だとかなり政権の政策そのものが方向性が無茶苦茶になって政権として成り立ちにくい状態を生み出します。ただ、私から見た場合において自民党の政治とお金の問題に関してはもっと改善の余地があると思っていますから、公明党から企業団体献金についてもっと厳しくすべきだという声があるのであれば、自民党はそれをきちりと受け止めて、むしろ前向きに改善に取り組んでほしいものです。特に自民党の政治団体が7000円以上あり、しかもそれらについて企業団体献金がバラバラに行われて政治家に様々お金が渡っているというのであれば、これがやり方としても明らかに分かりづらく透明性が低い状態であるといった話も私は大いに納得できます。公明党の方からこのような企業団体献金のやり方を改めて政治団体の数について規制し、企業団体献金ができる先を大幅に絞り込んで国民の監視が届きやすいようにすべきだという意見は真っ当な意見ではないかと私も思います。また、おおむね自民党が飲めないだろうというふうなことを考えて野党側はもっともっと強烈に透明性や規制を強めるべきだという意見をしているわけなので、自民党の今の体制と求められる改善案の間にはものすごい落差が発生しています。これに関しても私は自民党はもっと意見を取り入れるべきだと思っています。そもそも政治家がお金の問題でぐちゃぐちゃしていて政策議論が全く進まないという姿は滑稽の極みです。日本の国益に何ら貢献しないものであり、そんな話題がいつまでも続く状態そのものが仕組みが欠陥を抱えていると思っています。そして国民からの支持をしっかりと取り付けようと自民党が本当に改心しようと思えば、野党側がこんなに厳しい規制案は受け入れないだろうといったものを
自民党は取り入れて実施し、今の政治そのものについて、お金回りの疑惑や問題といったものが発生しづらい状況を生み出して、政治家は政治課題の議論に集中できる環境を整えるべきです。それができないというのであれば、また選挙で自民党が負けて大いに議席を減らすといったことが避けられないでしょう。なお、こういった話題をするときに公明党が創価学会の関係において、そもそも公明党なんかも連立与党から外して自民党だけでやればいいじゃないかという意見をされる方もおられます。確かに筋理論としてはそれも良いのですが、現実問題として今公明党を切り離すと自民党の政権運営そのものがかなり危ういものとなります。このあたり現実との妥協といったものが必要となる話です。そして現状のままであれば自公連立解消といったものが、じゃあ次の政権どうするんですかという話になった時に、具体的に新しい政権の姿といったものがなかなか想像できない状況に陥って、さらにそれが日本政治の混迷、そして日本政治の停滞につながるというのであれば、ちょっと避けた方が良いのではないかと私は思っています。最低限そのような状況に陥った時は、自分の党はこういったことをやりたいという話をしっかりと押し出した上で、選挙を行うといったことが必要でしょう。選挙期間というのはどうしても政治が停滞しますが、しないよりはした方がスッキリするような状況に陥っているというのが最悪の状態であり、もやもやと何も決まらないよりは私はそっちの方が良いと思います。とにかく政治と金の問題に関しては自民党はもっと前向きに改善に取り組んでほしいし、だからといってこの問題支持率を下げるぞみたいな形で報道機関が目的を持って報道し続けるというのもこれも批判すべき話だと思います。報道機関は決して政権を倒すことが存在の理由ではありません。一体何が起こっているのか、そして起こっていることに対する的確な解説といったものを伝えるという程度が報道機関に必要なことだと私は思います。ちなみに株式市場から見た場合における高市政権発足に関する期待は少なくとも悪いものではありません。現在日経平均は取引時間中と終値において最高値を記録し、高市政権が発足したら日本経済が大崩壊だみたいな話にはなっていません。ですから高市総裁はより良い日本を作るための政治決断を行った上で政権発足に向けての動きを強めてほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして動画を見終わったらあなたの感想コメント、そして評価ボタンのクリックぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。